ゆっくり大爆発してくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はニードルボムを作ってみようと思います。無数の針を広範囲に発射する迫力のある武器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは針を飛ばす仕組みからですね。こちらはシンプルに最小サイズの火薬を木の板で囲んでタングステンの針を飛ばせるようにしました。しっかり火薬を囲んでいるので反動も抑えられています。こちらをたくさん複製して前回球体を作った時のようにベアリングを使って弧を描くようにくっつけたら角度を90度変えてぐるっと一周取り付けていきましょう。しかし調子に乗って大きくしすぎたせいで重すぎてうまくくっつけられません。そこで一度宇宙に行って月の上で組み立てましょう。重力が6分の1なので大きな部品でも持ち上がりました。よし、球場にたくさんの火薬を並べられたので地上に戻って一応せに使っていたスライムを食べ尽くしたら中心に点火用の長い草をくっつけて火をつけてみるとダメですね。ゲームが止まってしまいます。どうやら全部で868本の針を並べているせいで火薬が爆発した時動作が重くなりすぎてしまっているみたいです。私の PC のスペックが足りないせいかもしれませんが、これではまともに武器として使えないので、もう少しコンパクトなものに作り直しましょう。先ほどよりだいぶ小さいですが、これでも全部で165音の針を発射できるので、なかなかの迫力が出るはずです。そして、すべての火薬に一度に点火できるように、内部で四角い草を呼び出して、中心に固定します。こちらにタングステンを使った点火装置をつけて、点火すると、いい感じに爆発しましたが、動作はかなり重いです。実はこれでも、練習でかなり早送りしているので、爆発終了まで2分くらいかかりました。そして、中の草が砕けているせいか、点火していない針が残ってしまいました。こうならないように、もっと工夫しましょう。草が砕けないように、ゴムのカバーで囲んだら、引火の範囲を増やすために、ベアリングをくっつけます。軸部分をくっつけると、なぜか引火する範囲が増えるんですよね。この状態でもう一度点火すると、変な音を出しながら、さっきよりもいい感じに爆発しています。でも、なぜか草は砕けて針は残りますし、最後に上昇しながら発射されました。これはこれで面白いので、よしとしましょう。もっと簡単に発射できるように、薄い水晶とコンデンサー、トリガースイッチ、LED を使った次元爆破装置を取り付けました。トリガーを引くと LED が点滅して5秒後に爆発する仕組みになっています。この時は運が良かったのか、ほぼ全ての針が一度に発射されました。相変わらず動作が重くなってゲームを止めてしまいますが、とりあえずこれでニードルボムは完成です。こうやって持ち上げたままトリガーを引くと、手の中で爆発させることができました。ゆっくり大爆発してくれています。爆発が終わった後、残った抜け殻がゆっくり飛んでいくのが不思議ですね。とても多くの部品でできているので、ゲーム内の処理がおかしくなっているのかもしれません。つよつよ PC を持っている方なら、もっとスムーズに動くかもですね。燃えている抜け殻は、炎のエレクトが残像のように残って、なかなかかっこいいです。では、いつものように、巨大な木から狙っていきましょう。木の根元で爆発させると、破壊することはできませんが、広い攻撃範囲のおかげで、
かなりの数の木にダメージを与えています。普通の爆弾より非常に動作が重いですが、距離が離れてもダメージが落ちにくいのは強いところです。そして多少離れた場所でもこうやって動かしながら起動させれば遠距離攻撃することもできます。球体ならではの戦法ですね。ぶつかってダメージを与えた後、爆発で針が飛んで追加ダメージを与えて、ドローン工場の壁を簡単に破壊することができました。次は風力発電機を狙うと、ダメージは入っていますが、当たる針の数が足りないのか、倒しきることができませんでした。今度こそ倒せるように、転がしてぶつけることで、ダメージを増しましょう。そのまま爆発して、ダメージが入っていき、いい感じに破壊することができました。周りの木にも当たってくれてますね。それでは次は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、ニードルボムで攻撃してみましょう。転がしながら爆発させると、ほとんどの雑魚キャラを粉々にすることができました。広範囲に大量の針が飛んでくれるので、近くで爆発してくれさえすれば、なかなか壊滅的なダメージを与えられるみたいです。動作が重くなるデメリットはありますが、派手に倒せる面白い武器ですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように重ねたガラスの針を追加したら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。ガラスの針が当たるように爆発させると、当たりどころが悪かったのか、まともにダメージが入りません。もう一度やってみると、ダメージは入ってくれましたが、まだ威力が足りないみたいです。そこで、重ねたガラスの針を増やしていると、おっと、勝手に吹っ飛びました。こういうこともあるんですね。気を取り直して、ガラスの針を3本に増やした後、起動して爆発させると、やったー！巨大スライムを倒しました。重ねたガラスの針が多段ヒットして、しっかり耐久力を削ってくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ニードルボムさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー